さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははいこちらです。今回は失敗しない王道のだし巻き卵を作りたいと思います。失敗せずに作れるようなだし巻き卵のレシピを紹介したいと思います。超簡単です。ババッとババご飯だし巻き卵、材料はこちら。卵2個、水 50cc、 和風だしの素2つまみ、片栗粉2つまみ、塩1つまみ、サラダ油大さじ1。じゃあ早速作っていきます。まず材料、卵ですね。卵2個。めっちゃ辛いった。これは辛じゃなかった。はい、ガツンと。はい、卵2個入りました。でここにだいたい計量カップない方もいらっしゃるじゃないですか。卵1個分の水を入れます。卵2個使ったら卵1個分の水を入れます。これは顆粒だしですね。和風の顆粒だし。これない方は昆布だしとかかつおだしとか鶏ガラ粉末スープでもいいです。今回は和風の風味にするんで和風だしの風味を2つまみ入れました。でここにお塩も1つまみ入れます。で甘いだし巻きが好きな方はここでお砂糖も入れてください。僕の家はしょっぱい系だったので、お砂糖は使いません。で、甘いのが好きな方はみりんとかお砂糖、蜂蜜とか入れてもいいです。でもお砂糖入れると結構焦げやすくなるので火加減だけは気をつけてください。でここで片栗粉2つまみ。こうするとちょっと片栗粉がちょっと水分をキープしてくれるのでしっとりとしただし巻きになります。冷えてもしっとり系で卵を溶きます。もう全部材料入れてからですね。卵の白身を切るようなイメージで。でも綺麗な黄色いだし巻き卵を作りたい場合は泡立て器とかでよーく溶いてもいいんですけど、まあこのぐらいなんとなく白身がある程度切れてもこれぐらいでも大丈夫です。であとは焼いていくだけですね。今回この焦げ付きにくい加工のされた卵焼き専用のフライパン、これ結構普通の揚げ物とかにも使えるんですよね。こう丸じゃない分面積が少ないので少ない油で揚げ物できたりとかもするので卵焼き以外にも使えます。ワンプレートでね朝ごはん作ったりとか目玉焼きとウインナーここに乗せてとかも作れますし、油をですね大さじ1ぐらいですかね。大さじ1、このぐらいか。大さじ1ぐらい入れました。で火をつけます。で中火よりちょっと弱いぐらいですかね。で油がしっかり温まってから卵液を入れていきます。じゃあフライパンが温まったら片栗粉とか入ってるので一回混ぜてから必ず入れてください。まずは3分の1ぐらいですね。で全体に広げます。でこういうふうにちょっとブクブクなってきたら潰しながら、でこのぐらい固まったらですね、一回火から外してもいいんで巻いていきます。もう常に火をつけとかなくてもいいんで手前からこう手前に持ってくるの怖い方は奥側に向けていってもいいと思います。どっちかはっていう絶対にこうしなきゃいけないっていうのはないと思うんで、こういうふうに手前にこうやって巻いてきました。でこれまたこっちに持っていきます。奥側に。でまた火つけます。中火で中弱火ぐらいですね。
でしたらまたこれを溶きます。で流し入れます。油はもう足してません。最初入れた油のみです。でよく見る、こうやってここだけ浮かしてあげる。この下にもこう下の部分にやるっていう意味は、先に作った卵とくっつけるっていうね、接着するっていう意味なんで。でこのぐらい固まるまで待ちます。ちょっと半熟残ってるぐらいですね。でまた火止めちゃいます。そしたらまたくるんと、今度ちょっと重くなってるんで、ある程度ね返りやすいと思うんですよ。こう箸1個でやるのは難しいんかな。こうやりましょうか。例えばこうやってこっち1個ちょっと巻いといて、こうやってやるのどうでしょうかね。もう一回最後いきましょうか。まだもう一個ね、これもう最後余っても行き過ぎずにちょっと小分けにしてもいいです。4回に分けましょうかね。卵2個分で4回に分けて、でまたこうちょっと下の部分に、でそしたらまた返していきますね。こうやってこう巻いていくだけ。こうやって巻いていくだけで、また最後これもまたちゃんと溶いて、でまた最後も下に持っていってくっつけて、でまたちょっと気泡を潰しながら、でこれぐらいですね。ちょこっと半熟残ったぐらいで火を止めてから巻いていきます。でこれ片栗粉が入っているので結構破れにくいです。通常の卵焼きよりは破れにくく、で最後こういうふうにね押し付けてあげて、でこれだとまあ綺麗な卵焼きなんですけど、ここからちょっとまた火をつけて表面だけ焼いてあげると香ばしい卵焼きになりますんで、また中弱火ぐらいでこうね焼き色をちょっとつけてあげるという。でまたこう重力を使ってこうくるんといい焼き色が、もうこれでお好みの焼き色まで、もう最初の段階ではつるんとした綺麗なだし巻きでしたけど、焼き色をつけるとまあ香ばしさが出ますんで、お好みですねこれは。よし、じゃあこれ切っていきたいと思います。じゃあ切りましょうね。プルンと。じゃあ切っていきたいと思います。断面見ましょうか。パカッ、綺麗じゃないですか。綺麗なだし巻きになってます。はい、だし巻き卵完成しました。それではいただきます。いただきます。お出汁の味がして片栗粉が入ってるのでちょっとしっとりと柔らかく中にお出汁を含んでます。いろんな具材をですね入れて、しらす干しとか小ネギ入れたりとかしてもいいですし、なんか途中にチーズ入れたりしてもいいと思います。はい、それぞれのちょっとアレンジメニューを作ってみてはいかがでしょうか。今回は王道のだし巻き卵を紹介しました。いいねと思いましたら高評価とチャンネル登録の方お願いします。また簡単にできる王道メニュー紹介したいと思いますんでよろしくお願いします。以上ババッとババご飯でした。